東京まで20キロ、横浜までわずか10キロ、このとんでもなく便利な場所に今密かに再開発の波が押し寄せてるんです。この街をあなたはご存知でしょうか。今回はファミリーで住むのにも不動産投資にも狙い目かもしれない、今注目度が上昇しているエリア、川崎駅の南側小田坂駅周辺の魅力とリアルな実態に迫りたいと思います。この動画を見ればあなたが知らなかった穴場の街の可能性にきっと驚くはずです。さて今回ご紹介するエリアは JR 南武支線の小田坂駅周辺、川崎駅から南に少し下がったエリアです。まずこのエリア最大の魅力である最大のギャップをお伝えしようと思います。この小田坂駅、なんと無人駅なんです。そうなんです。よくね、田舎に行くとね、無人駅で改札にはね、スイカをこうタップするポストのようなですね、機械がポツンとあるっていう形、まさにね、そういった状態の駅なんですよ。駅もね、本当にプラットフォームだけっていう感じでして、夜はね、少し暗くて心細さをね、感じるかもしれないです。しかしです、この無人駅から歩いて5分以内ですね、正直もう2分とかそんなレベルです。目の前に現れるのがイトーヨーカドーとかで江南プロを核とした大きなショッピングセンターなんです。この江南プロのショッピングセンターの中にはホームセンターだけじゃありません。家電の野島であったりとか、激安スーパーのロピアですね、神奈川県よくありますロピア、あとはね、ブックオフではなくてハードオフもありますし、あとなんか手芸屋さんとかでペット用品とか、そういろんなものがね集まってるんですね。生活に必要なものはここで全て揃ってしまうという形です。この江南プロもうね、全然ホームセンターもあってもう何でも揃ってるんですけども、隣もイトーヨーカドーももちろんイトーヨーカドーとしてちゃんとあるので、2つ選択肢があるっていう状態なんですね。この充実っぷりってはっきり言って異常です。無人駅ですよ皆さん。はい、無人駅のこの寂しげな雰囲気とこの圧倒的な買い物環境のギャップ、これがね、小田坂駅という街の面白さというふうに捉えることができると思います。周りにはね、再開発っていう形でこの江南プロの周りで建てられた大型のマンションがねあって、新しい街の景色がね広がり始めてるっていう形なんですけれども、もちろんね、川崎駅までもバスとか自転車とかねの全然行ける距離なので、川崎駅まで出ればね、ラゾーナ川崎とか、あと車があれば川崎のコストコですね、こちらもほんとすぐそこです。で、買い物に困ることはね本当にないと言い切れるのがこの小田坂へのエリアなんじゃないかなと思います。非常にですね層が厚いです。では次にですね、交通という観点考えてみたいと思います。はい、ここ少しね癖がある部分かもしれません。小田坂駅を通る南武支線を支える線と書いて支線ですが、本数が少しね少なめです。そして何よりもね、終電が夜の10時なんです。そうなんです。川崎駅からほんとすぐ近くなんですけども、終電が夜10時、かなりですね早めです。なので例えば東京駅から乗っていくときに、東京駅に夜10時の電車乗らないと電車では帰ってこれないとか、南武線では帰ってこれないみたいな感じになってしまうんですね。はい、で飲み会に遅くなった日はね、ちょっと注意が必要だと思います。ただね、川崎駅まではバスも出ているので、自転車でね川崎駅まで行って通勤するっていう方もいますので、そういったいろんな選択肢はあるのかなと。京急の駅も利用できるので、工夫次第でアクセスはいろいろカバーできます。というのもですね、川崎新町という駅が南武支線にありまして、これがねちょうど乗り換え駅として京急乗り換えも可能なので非常に便利です。はい、さて川崎と聞いて皆さんが一番気になるのはやはり治安なんじゃないかなと。やっぱ危ないんじゃないの？川崎っていうといいイメージないですよね、あんまりね。住んだことない人からするとね、私も住んだことはないんですけれども、ちょっとね避けたいなと思われるところもあるかもしれないです。で確かにね、川崎区全体で見てあまり治安が特段いいですよというような感じでもないんですが、とはいえそんなに悪いという感じでもないのかなというのが私の感想です。で実際に小田坂駅から夜に歩いてみた感想としては、そこまで危険な感じがないなっていうのが私の印象でした。最近はですね、街灯が明るい LED に変わってきているっていうのもありますし、人通りも駅を中心にそれなりにあるので、もちろんねお子さんが一人歩きしたりとか、そういったところは女性がね夜道歩いたりとか、あんまりそもそもそれ自体がリスクがあるので多少はおすすめはしないんでしょうけれども、他の街とでねそんなに大きく差があるかという
とそうでもないのかなという形ですね。やはり再開発という観点でそういったセキュリティといいますか治安改善みたいなところも多少改善してきているというところがあるみたいなのでですね、今後にそこの辺は期待ができるんじゃないかなとは思います。ただこのエリアはですね、川崎駅周辺とか武蔵小杉と比べて物件価格がね結構安めなんですね。なのでこんなに買い物アクセスが良くて、またその交通の便も結構良くて、結構それなりにお安いといったところのコストパフォーマンスの高さがですね、やはりファミリー層をターゲットとした時に結構ありなんじゃないかなっていったところです。交通に少し癖があって治安にも注意が必要っていう面があるんですけれども、それを補ってあんまりあるほど買い物の利便性とコストパフォーマンス、そしてその交通の便ですね、これがまさに今進んでいる再開発ということで、徐々にこれもね良くなっていく方向にあるんじゃないかなと思います。このでね、小田栄エリア、これからねさらに磨かれていくダイヤモンドの原石のような街なのかもしれません。新しい住まいを探している方、将来性のある場所に投資をしたい方はこの小田栄という名前ね、ぜひ覚えていただければ良いかと思います。今回の動画が面白いと感じていただけましたら、ぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。